整数マスターに僕はなりたいんです。はい、ということで今回こちらを考えていきたいと思います。こちら山形大で出題された問題です。7で割ると2余り、11で割ると3余る、そんな300以下の自然数っていうのを求めてください。今回こちらを考えていきたいと思います。この問題いろんな解き方あるとは思うんですが、おそらく一番オーソドックスな進め方としては、求める自然数 n とかというふうに置いてあげて、7で割ると2余るので 7p 足す2とかというふうにかけて、さらに11で割ると3余るので 11q プラス3みたいな感じで書けるよと。小をそれぞれ pq みたいに置いてあげるとこういうふうになり、後ろのイコール注目して整理していくと 7p 移行してマイナスの 11q イコール3-2で1みたいな感じで、こんな二元一次不定方程式にしていこうっていうのがおそらく一番オーソドックスな進め方なんじゃないのかなというふうに思います。これはこれで小を置いてあげて、そうするとイコールで結ぶことができるので、これはこれで一つの解法だと思うんですが、ただ今回は小に関しては気にせず、余りがこうですよっていう条件が与えられていて、こういうふうに小を無視して余りがこうですよっていうところに注目していこうというものとして、合同式というのがありますので、今回ここでは合同式を使った解法っていうのを紹介していきたいと思います。小を置いてあげると、こういうふうに移行で処理できるよというようなそういったメリットはあるんですが、一方で PQ みたいな感じで文字を増やさなければいけないので、ただ合同式を使ってあげると、こういうふうに文字を増やす手間っていうのは必要ないから、個人的な好みとしては合同式を使う方っていうのが好きではあったりします。はい、じゃあここでは合同式を使ってやっていこうということで、とりあえず条件っていうのはそのまま式で表してあげると、7で割ると2余るよと。もっと7で n っていうのは2と合同だよと。さらに11で割ると3余るので、もっと11で3と合同ですよと。こんな連立合同方程式みたいなのを立てることができます。じゃあ、あとはこれを処理していくんですが、合同式においてこういうふうに法、これ7とか11、何で割った余りっていうのを考えるのかっていうのを法というふうに言うんですが、ここが揃っていないと扱うことができないので、ここを揃えてあげましょう。で、どういうことをやっていいのかっていうと、じゃあこれ7と11の最小公倍数を考えてあげて、上の式を11倍してあげて、これ 11n っていうのを右辺も11倍してあげて22。で、もっと77。ここも11倍してあげて、で、こっち側の方、下側の方に関してはこいつを7倍してあげて、7n 合同3721。で、これもっと、ここも7倍してあげて77というふうに、こうすることで、法77というふうに揃えることができます。こういうふうに、じゃあ全部11倍していいのかということなんですが、別に合同式ってそんな特別なことやっていなくて、毎週なんか 7k プラス2というふうにかけているのを、これ、11倍してあげれば、11n イコール 77k プラス22というふうになるから、じゃあ結局これ 11n 合同22だよねというふうな感じで、で、ここが77だからもっと77ですよねというふうにやっているだけなので、こういうふうな移行のイメージがあれば割と自然なことをやっているんですが、これでもっと77というふうに統一することができました。で、こういうふうに統一することができれば、あとはこの中で例えば足し算とか引き算とかやっていって OK なので、上側の方を丸1、下側の方を丸2で、今最終的に n イコールというふうにしたいよと。これをなんかうまく係数調整していってもいいんですが、例えばこれ引き算してあげれば、数が小さくなって、上って引く下をやってあげると、4n 合同1。もっと77と。こうすることで11、7っていうところから4を作り出すことができました。で、さらに、これ4ぐらいまでいくと、8から7を引けば1になるので、これ2倍してあげて、8n 合同2。ここを法を2倍してしまうと、今度は崩れてしまうので、別にここだけ2倍するよっていうことも一応大丈夫です。これに関しては 4n っていうのが 77k プラス1なので、8n っていうのは 77×2k プラス2。だからもっと77、もちろん154で取ってもいいんですが、77のまんまこういうふうにここだけ2倍するよっていうことも合同式においては可能なので、例えばこういうふうにやってあげるよと。で、こうすることで、例えばこれ丸3というふうにしてあげれば、丸3引く丸2というふうにやればおしまいです。丸3引く丸2というふうにしてあげると、8引く7で n 合同、2引く21でマイナス19、もっと77と。なので、つまりこれ n イコール、なんか 77k マイナス19と。この k っていうのを整数としてこういうふうに書けるよということで処理が完了です。一応これっていうのは上ならばこうというふうな感じで、逆にこれならばこの条件を満たしているので、一応必要十分な言い換えになっているよということは逆向きも含めて確認することはできるんですが、とりあえずこの最初の条件っていうのは必要十分条件として、もっと77でマイナス19と同じだよと。こういうふうになるから、あとはこれ300以下のやつっていうのを求めていこうと。k が0以下だと負になってしまうので、自然数というふうに言っているから、k が1から順番にやってあげて、k イコール1というふうにしてあげると、これ77。k イコール1の時は、77-19なので、8の6の58ですね。58
で、今度、k を1個足してあげると、これプラス77をしていけばいいので、135。で、今度さらに77を足してあげると、2。で、11、212ですね。212。で、さらにこれ77っていうのを足してあげると、これ289と。で、さらに77を足しちゃうと、これ300を超えてしまうので、今回の答えです。答えとしては、この4つですよという感じで、これで出していくことができました。はい。ということで、個人的な好みではあるんですが、こういうふうに合同式を使ってあげると、新たに文字とか置く必要もなく、そんなに計算量も多くはなく、割とスムーズに求めていくことができるので、ここではこういうふうな解法として紹介をしました。あんまり一般の参考書ではこういうふうに載っているものってはそんなに多くはないと思いますが、こういうふうにやっていくと結構計算量は少なくできたりするので、一応こういう解法もあるんだよということを紹介するために、一応これはこういうやり方をやっておきました。一応最初は2弦1のやり方もそれはそれで一つの解法なので、もしよかったら考えてみるといいんじゃないのかなというふうに思います。はい、とりあえず今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。